一発でうまくいく時もあったらなかなか難しい時もあったりですね。そこがまあ面白いところでもあるし大変なところでもありますね。気軽に革製品と触れてもらうっていう意味でうちがなんか入門というか入り口になったら嬉しいなと思いますね。レザークラフトに興味を持ったのはだいたい2000年ちょうどぐらいですね。で、もう大学卒業間際だったんですけど友人からちょっとレザークラフト革細工ですねをしてみないかっていう相談を受けてちょっとやってみようというもともと DIY が好きだったので、徹夜で手帳カバーを作ったのが最初ですね。でまあそこから普通に就職はしたんですけど趣味で続けていてでまあ楽しいので、いずれこっちを仕事にしたいなと思ってのめり込んでいって、そのカバン製作会社に転職したっていうのが大きな転機でしたね。私がこのジャプリッシュというアトリエを始めたのは2007年頃なんですけどももともとは革細工をスタートした時からいずれは独立したいっていう気持ちが結構あったので、そのためにミシンを買うなどの準備もしていたので、いよいよこの時が来たかというのがありましたね。で最初はマンションの一室でしていたんですけどワンルームの取引先とかが決まっていってそれでいろんな物件を探して福岡の港っていうエリア海の近くですねにアトリエを構えることができましたね。このガマ口リュックはもともとプライベートで香港旅行に行くっていう機会があってそのために作ったんですよね。で容量が大きくあることとあと疲れにくいっていうのが結構重要で一番気遣ったのはショルダーストラップですね。今までのリュックは革だけだったんですけど、それだと洋服がダメージがありますし、実際肩も痛くなってしまうのでちょっと革の裏に PP テープっていうのを貼って縫い付けることで、負担を減らして、さらに上にちゃんと革を貼ることで革の製品の上品さっていうのは損なわないようにっていうのを気をつけたのでこの行動にしたのはかなり正解だったなと思ってますね。
このガマ口リュックを作る上で、一番気をつけるところは、ガマ口の金具部分の成形ですね。そこを間違えるとうまく閉まんなくなってしまったり、閉まってもすぐ開いてしまったりするんで、一発でうまくいく時もあったら、なかなか難しい時もあったりですね。やっぱ革は厚さがそれぞれ違ったりするんで、見極めるっていうのが一番気を使うのと大変なところですね。今回うまくいかないとかもやっぱりあるんで、そこが面白いところでもあるし、大変なところでもありますね。使っているミシンはもう全て全盛期は多分40年50年ぐらい前のアンティークとまでいかないですけど現役なので現行のミシンとは違ってもうかなりごつい感じの革製品専用のミシンですね。
私が製品を作る上でのこだわりは、基本はミシンで縫っているんですけど、怒りの刺繍とかアクセントで手縫いで作っているっていうのはこだわりですね。もうミシンだけだとどうしても効率重視になってしまうんですけど、手縫いの作業を加えることで、ちょっと一息つけるというか、リラックスして、良い製品作りができると思っているので、手作業のぬくもりも伝わりますし、あんまり効率重視になりすぎないようにっていうのは心がけていますね。失敗はもちろんいろいろあって、部材を発注間違えてしまって結構なお金を飛んでしまうとかもありますし、もちろん制作中にそれこそ糸の色間違えちゃってバラすことになるとかはもちろんありますけども、一番そうですねはやっぱりお客さんの注文が絡んだ時で、手違いでオーダーいただいたものを作っていなくてお客さんが取りに来られてしまったっていうのがあって、そんなに怒られてはしなかったんですけど、これはちょっと体制としてまずいなっていうので、一応二重チェックするようになったり、パソコン管理ちゃんとするようになったりとかっていうので、今の体制に変わりましたね。それはもう今後ないようにっていう、ちょっと冷や汗がかなりあったんで。
ちのブランドでは糸色の変更とか、手縫いの刺繍の色を変更するっていうのが無料サービスでしているんですけども、もともと在庫持たないで受注製作なんで、お客様の注文ごとに作るんで、今回は糸は赤とかそういうのは特別苦労がないんですよね。であったらお客様がご自身の好みに合わせて気軽にオーダーできたらなっていう追加料金なく無料サービスでそのあたりをさせてもらってますね。
いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。革っていうのは奥深くてエイジングがどうとか、原産がイタリアだとか日本とかいろいろ知識とかもあるんですけど、まずはそういった知識は置いておいて、うちだったらその糸の色とか変更が楽しめるっていうのがあるんで、それも無料でできるんで、まずは気軽に革製品と触れてもらうっていう意味で、うちがなんか入門というか入り口になったら嬉しいなと思いますね。
ブランドを始めたのが18年ほど前なので、けどその時の自分に言いたいことは、そうですね、当時は、ミシンこそ持ってましたけど、それ以外特に材料とかもそんな持ってなくて、しかも貯金も大してないので、結構苦労しながら、バイトとかしながらも独立したんですけども、なんだかんだそれでもうまくというか、なんとかなったんで、そんなに心配することなく、好きなように続けていたら多分いいことがあるよというのを伝えたいですね。
後のジャプレシとしての目標ですけども、今ちょっと趣味的にハマってるのが活版印刷、古い活版印刷のコマを買ったりするのがハマっていて、でネーム刻印っていうのはすでにしてるんですけど、その活版印刷を取り入れて白押しとかをサービスで始めようと思っていて、その準備作りをしてるのが楽しいですね。でそれこそアメリカからアンティークのも買ったりして種類を選べるようにしたりとかして、お客様がより今のカスタムよりもさらに楽しめるものづくりっていうのをしていきたいと思ってますね。